おはようございます。濱家です。起きました。で、ハギかヒラメかおったらいいなと思って、おじいさんの網を仕掛けているので、それを今日栗に行きたいと思います。歯も磨いてないので、ちょっと準備してから行きます。この間歯医者行った時に先生に奥歯の方が磨けてないよって言われて、奥歯の方はね、これ力んでこう磨くんじゃなくて、ここをね、脱力させて、で、脱力したら出航。はい、というわけでポイントに向かって出航していきましょう。いつものように GoPro を口で加えてレッツゴーですね。さあポイントに到着しました。こちらの旗はですね、ここに網がありますよという目印とともに網を上げるための最初のスタート地点となります。網をこのネットローラーで上げていきましょう。さあ狙い通りハギや、ヒラメ、カレイ等はかかっているのでしょうか。ちょっと噛んじゃったけど網を上げていきます。さあ1匹目何かやってきました。さあ皆さんヒラメでしょうかカレイでしょうか。右カレイ、ヒラメ、何やったっけな、右ヒラメ左カレイやって違うな、何やったっけ、右カレイ左ヒラメですね確か。今は頭が右を向いていたのでカレイとなります。でカレイが2連チャン、こちらも大きなカレイですね、生かしておきましょう。先ほどの彼はですね、残念ながら死んじゃってて、もうちょっと傷んじゃってましたね。どうしてもやっぱこの刺し網漁っていうのはそういった、ロスというか、もったいないんですが、そういうものも出てきてしまいます。こちら、顔が左を向いておりますのでヒラメですね。右カレイヒラメヒラメ何言ってんだろう、ちょっとよくわかんねえや。さあ食っていきましょう。そして次黒いものがやってきました。黒いものといえば、あれですね、そうです、クロダイです。ここらではチヌとも言います。チヌ、チヌ、僕チヌとかってよく言うんですけどね、魚って基本語尾が下がるようになっててチヌが正解です。でこちら赤エイですね。最近この赤エイがねもう増えてきて非常に弱っております。だいたい5年ぐらい前ぐらいかな、赤エイがね増えてきました。この赤エイが増えた頃に、アサリもなくなったんで、アサリがねなくなった原因ともね言われております。で僕らからするともう畑の害獣、イノシシのことを害獣って言うんですけど、畑を荒らす、畑で育てたものを荒らす魚じゃない獣ということで害獣なんですが、もう僕らにとってはもうこれが害獣ですね。アサリも食べるし、まず外すのにすごい時間がかかる、そしてなかなか売れないといった全然売れないといったですね、そういう残念な側面があります。さあ話をしている間にもう1匹がやってきました。こちらカワハギですね。僕はマルハギとか普通にハギとかとも言います。でウマヅラハギといってね、ウマヅラのやつをウマヅラハギと言います。こっちは丸いからマルハギで、カワハギの名前の由来は皮が剥げるからカワハギですね。でこちら普通の、ヒラメって一瞬思うかもしれないんですけど、ガンゾウビラメと言います。でこれがイネゴチかワニゴチかのどっちかですね。でさっきのガンゾウビラメは干すとめちゃくちゃ美味しいです。でこちら赤ゲタ、赤下のなんとかっていうのかながやってきました。これ食いしん坊とかねで唐揚げで出てきます。僕の大好物のやつです。でこちらがマダイの小さいやつですね。小さいので資源管理のためにリリース、こんなものを1匹取った、こんなものって言い方はちょっと良くないんですが、これ1匹取ったところで安いのでそれだったら逃がそうということです。そしてこちらがメイタカレイですね。このように目玉が飛び出ています。僕らはメダカって言ってます。多分目玉が飛び出てるからかな。でこちら貝殻カキ殻ですね。マガキか岩ガキかちょっとわからないんですけど、多分岩ガキかな、のカキ殻がやってきました。なんで取ったんだろう。でその後も赤エイがね続々と来てます。食べればね美味しいんですけどね、唐揚げで案外刺身とかもね美味しいんですよ。ぜひ皆さんね買っていただけるとありがたいです。でこれが、オニオコゼですね。ダウンタウンの浜田さんに非常によく似てます。で
これがね、これも非常に高級魚でめっちゃ美味しいんですけど、背中のトゲに刺されるとめっちゃ痛いです。でこれが今日一番のカレイ。僕の手と比べてもかなり大きいのが分かります。一瞬ヒラメが来たのかなと思いました。で続々と、ハギたちが来ていますね。でこれは、カサゴですね。ガガナとも言います。ガシラ、ガサゴ、ガガナ、言い方はもういろいろ、赤メバルとも言うしね。でこれがハリイカ、そうそう、ハリイカです。この時期にハリイカ珍しいんですけど、なんか最近年中取れるようになってきてますね。でハリイカ水に入れるとこのように墨を吐いて逃げます。さあその後も続々といいハギたちが上がってきました。これらはねもう網も残り少ないんで上げて後で外したいと思います。しかし途中でこういったねオニオコゼが来た時は絶対外します。僕ねオニオコゼをね前外さないで置いていて、でさあ魚外そうと思って膝からドーンってね座ったらオニオコゼの上に膝を立てちゃってゴリって言ってね、もうたまたまの方までですね痛みが来たことがあります。めちゃくちゃ痛かったなあれは。でこちらのグリングリンしてるのはマダイの大きなやつですね。さあなんやかんや網が繰り終わりました。最後にこちらの旗を上げて網繰りは終了です。そしたらこちらのお魚を外していきましょう。いや魚だけだったらいいんですけど、この赤エイを外すのがねもう嫌だなーって感じです。ちょっとね、無編集で体を外すところを見ていきましょう。いつもね飛ばしてるんで簡単そうに見えるんですけど、このようにねたくさんの網がねかぶった状態となってます。どういうことかというと、網に体が刺さるというか、かかって体が暴れて、でこう網がねこうかぶってこの子がね頭から突っ込んでってしてるので、そこをなんていうのかな、入った穴を探して出していってあげる。この作業を繰り返していかないと魚を外すことができません。網をね破って外す方法もあるんですけど、仮に4回網をかぶっていた場合4名網を破らないといけないので、それはね網がもったいなさすぎるので、しっかりこのようにどんどん抜いていきます。これも慣れればね簡単なんですけど、なかなか慣れるまでは難しいものとなっております。でちょっとね最後の1枚だけ網がこうぐちゃぐちゃっとなってたので、この時間との兼ね合いを考えると1目弾く方が楽だなと思い、1目弾いてタイが無事に取れました。なかなかいい説明ができたんじゃないでしょうか。そしてタイも生かしていきます。で全部の魚が外し終わって生かし終わったら、まだ残ってるのがエイですね。赤エイも時間をかけて外していきます。はい、というわけで最後のエイを外して全ての赤エイが外し終わりました。いやー昔はねいい相場で売れていたらしいんですけど、もう今はねただ同然でございます。で網を最後にやって帰るんですが、網がねなんかかかったなと思って外そうと思ったらなかなか外れない。なんだと思って見てみると、イカ釣りのですね疑似餌がねかかってました。これがね針がめっちゃついてて外すのがめっちゃ大変です。だから釣りをされるのはね全然大歓迎なんですけど、この疑似餌だけはねなるべく海に捨てたのではないと思うんですけど、落とさないでいただきたいなと思います。そしたら網やりが終わって帰りましょう。帰港。はい、無事に帰ってきました。帰ってきたらすぐさま魚を生かす必要があるので、網酢を準備して玉で魚をすくって入れていきます。カレイにチヌ、カレイにハギ、ゲタ、いろんなやつを入れていって、でたくさんのお魚たちが取れました。これは明日市場へ出荷します。それじゃあ帰りましょう。ただいまということで帰ってきました。じゃあね朝飯を作っていきます。で今回は取れたやつではなく、こちらの取って4日ぐらい経ったね極上のサーラで、腹も分厚いしね、これ多分めっちゃいいと思う。これでいきます。じゃあこれをまずこすってね、でヒレの後ろから包丁を入れて、反対も包丁を入れましょう。で頭を落とします。よいしょ。
そしたら水気を切って3枚におろしていきます。包丁がね滑らない。包丁が滑らない。で返してで同じように包丁を入れて、よいしょで骨の上カタ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 とでこんな感じで中まで到達したら包丁を奥に入れてシャコッとでほら切れたから反対も落としてあげる。で尻尾を落とす。それじゃあ取って4日経った身見ていきましょう。オープン。うわこれ白、めっちゃ白いよ。で船で洗ったのでちゃんと腎臓が取れてなかったんですけど、それでもね全然傷んだ様子はありません。でここもちょっと半分に切ってであばら骨を薄く取ろうかな。ほんま包丁が滑らない。で血合い骨の下、切っていってこれをまず半分皮引きます。よし。でこっちを刺身、こっちを炙り。刺身は普通に切って、よいしょ、おばあちゃんの粉入りの味塩振ってでファイヤー。うわ本当は冷ました方がね皮残りがいいんだけどもう切ります。はい OK。 よいしょ。でここにわさびシュルーッとで今日は淡麗。はいそれでは朝のサワラ朝弱サワラです。それじゃいただきます。でこれはねもう塩してるんでわさびだけでいただきます。やばうますぎ。いや沖から帰って飲むというか沖から帰って大好きなお魚とお酒乾杯。最高。うまっ。油がすごいです。でダイエット中なんで少量のご飯も用意してでここにねわさび醤油をつけた炙りのやつ、これ最高です。うんうんはいじゃあ残りはねゆっくりいただきたいと思います。ごちそうさまでした。というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。赤絵とかがねちょっとすごく多くていろいろ大変だったんですけど、赤絵とかも動画にしたりしてたくさんね食べていただけるようになればいいかなと。食べたらね美味しいんですけどね、やっぱ見た目が気持ち悪いとか処理がね大変なんとかいろいろあるんでしょうね。その大人の事情ってものがあるんでしょうね。というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。よしじゃあね。これ黒いのに乳首